どうも皆さん、カイトです。日本風アニメアクションネオンエコーをご存知でしょうか。こちらは2023年4月21日に Steam でリリースされたゲームになります。早速ハードまで一気にクリアしたんですけど、音楽を刻みながら爽快に切り開くローグライトでしたね。グラフィックのタッチは日本を意識したような作りで、可愛いキャラクターのアクションモーション、音楽を奏でながらのリズム感がめちゃくちゃ面白かったです。今回はネオンエコーというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになりますが、バシバシにブレードで叩き切るローグライトアクションです。主人公のリリアを操作しながらノイズに侵食された世界を EDM と呼ばれる電子音楽でノイズを取り除くお話。ローグライトというジャンル性もあり、ステージは入るたびのランダム構成され、地面を突破するたびにスキルやバフでのビルド構築をしていきます。ちょっと特殊なのは、攻撃やスキルモーションが変わるラプソディやゲットした EDM を打ち込んでかけれるバフのリズムリンカー、フロア限定のバフデバフシステムのディソナンスボックスなど、いくらでも強化できる新鮮な仕様があります。道中でたまに出るガチャシステムでは、1個だけ欲しいアイテム決めて3回までガチャってアイテムをゲットできる運任せ。操作はシンプルで、ボタン連打でのコンボ攻撃にネオンスキル、通常スキルアタック、リズムリンカーによる必殺技と4種類。またダッシュが避けも兼ねていますが、敵の攻撃に合わせてカウンターもできます。パクスラっぽさも多少も味わえますね。ちなみに日本語を話すような見た目ではありますが、中国語と英語しかありませんので、お好みで選択してください。ワンフロア12面に中途に休憩ステーションがあり、音符マネーで購入することができます。拠点では持ち帰ったアイテムによってスキルツリー解放、モブキャラの好感度上げや絆の証装備による永続バフ効果、アイテムやなどが利用できます。ステージを進めるたびにこれらが解放されますね。またメニュー画面ではキャラクターの説明やフレンド通信を楽しむこともできます。これが体力ゲージで、これがネオンスキル、これがリズムリンカーで、これがビートですね。基本的にはステージをクリアしながらビルドを組み上げ、最終ボスを撃破、途中でデスをしてしまったら最初からやり直しというゲーム性です。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、サイラスの土地の 80% はノイズに侵食されており、ノイズに蝕まれた人々は狂乱してモンスターに変異することもありました。しかし途中で EDM と呼ばれる電子音楽で変異を抑え、理性を取り戻すことができることが分かります。選ばれた少女は EDM の力とともにノイズを除去しに行くお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、美しいグラフィックでのローグライト。初っ端から言いますが、めちゃくちゃ美しいかつローグライトしてるわーってなります。キャラクターは完全に日本人受けする作りになっており、それに合わせたゴリゴリのローグライトが半端なく面白いです。立ち絵も美しく、操作キャラも3頭身ながらも非常によくできています。マップの雰囲気も機械的な場所から雪国、地上、そして拠点の音楽を基準とした場所まで様々です。特に EDM を基調としたデザイン性もテンションぶち上げ、ローグライト感も色濃く出ているの特徴の一つであり、早期の段階であっても毎回違うステージを体験できます。リリアを操作しながら敵をバッシバシに破壊する様子や UI も見やすく、コンボをかましながらうまく立ち回れた時は最高っすね。リズムリンカーの大技を決めた時は素直にやべえって感じます。前回紹介したリトルノア楽園の後継者と同様に、このゲームでも運が非常に絡んできます。異属性バフに恵まれなかったらあっちゅう間に出せるため注意してください。ノーマルの難易度でも難しいですが、ハードはさらに難しいです。エキスパートは難易度が高すぎて置いていますが、うまくビルドを組めた時は無双している感覚に陥れるんですよね。後半はダッシュからの雷マーク、そしてライトニング落としが強すぎた。これだからローグライトはやめられない。2時間プレイしても理解できないバフシステム。単純なローグライトだと思いプレイしていましたが、2時間プレイしてから少し理解できたのがネオンエコー。最初は正面と背後で通常攻撃とスキルタコ殴りで連打でいけるやろって思ってたら、敵からのダメージを食らって発狂。また回復手段が限られている中で戦略性を考える必要があることも分かったっすね。ですが少しでも分かってきた瞬間に、このゲームめっちゃおもろないかって気づきます。どの属性のダメージを含
化するか、毒やミサイル、ファイヤーボールなどの上積みのタイミング、リリア自身にどれだけパーセントバフをかけれるかなと、戦略性に満ちたプレイを要求してきます。リズムリンクは使わなくても、通常攻撃とスキルのバフだけで十分に戦えるのが飽きさせないんですよね。キャラクターがフルボイスで盛り上げてくれる中、自分なりのコンボを決めた時の爽快感はぜひ味わってほしい。3、クリア時間は7時間。ノーマルモードとハードモード合わせてのクリア時間は7時間ほどでした。ノーマルモードをクリアするとハード以上の難易度も選択できるようになるので安心してください。イージーモードはないです。早期の全ボスは初見では鬼強でビビるぐらいやられますが、何度も繰り返しリトライするうちに楽勝モードになってくるのでライト層にも受け入れやすいかなと。またコントローラーでの操作感の手触りは半端なくいいんで、そこは気にする必要ないです。若干ジャンプが低いのが気になったが、メインキャラクターのチェンジや衣装変更などはやり込めば自動的に選択できるようになるため、さらに極めたい方にはおすすめですね。以上になります。 EDM をぶちかますローグライト、ネオンエコー。美しいリリアで斬撃のリズムを奏でながらバフが多すぎでのノリでのプレイング、一度でもダメージを食らった瞬間のメンタルブレイクに相当に頭にくるストームトリアロー。この機会にぜひリリアと一緒にノイズを除去しに駆け巡りませんか。きっとマジでバフ効果多すぎて意味不明だろう、てか適当につけてもいけるんじゃね、ごめん無理でしたってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。